こんにちは。発酵調味料教室シンプルブリューライフの早川です。この動画では発酵食などの食に関する知識や、食と健康について、そういったことをテーマにお話をしています。で、今回はですね、納豆のお話をシリーズでしておりまして、それの5回目、ですかね。今度はですね、納豆の作り方っていうのを、やっていきたいと思います。で、納豆の作り方っていうところなんですが、納豆を作ったことがある方っていうのも、発酵食品とかにすごく興味があるっていう方は、作ったことがあるっていう方も多いかとは思いますけれども、通常ですね、その一般の方というか、そこまで発酵とか発酵食っていうののマニアックなところに興味がないっていう人は、納豆を自分で作るなんてことも考えもつかないかもしれないんですけれども、実はですね、納豆ってめちゃくちゃ簡単に作ることができるんですね。なので、今日はその納豆の作り方を、めちゃくちゃ簡単な方法です。これをご紹介していこうと思います。で、作り方なんですけれども、一応2種類作り方ありまして、もっといろいろ種類はあるんですけども、大まかに言うと2種類ありまして、1つ目が稲わらを使って作る方法ですね。昔ながらの方法、米がこうなっているこの稲穂の稲ですね。あの稲をもう米を刈り取った後に乾燥させたものですね。それを、その中に大豆を入れて作っていく方法っていうのが一つ目で、二つ目がですね、こっちの方が断然やり方としては簡単というか身近なものでできるんですけれども、それがですね、こちらのこの市販の納豆パック、こういうのをよく売ってますよね。これを使って作る方法、これが2つ目です。で、どちらで作ってもいいんですけれども、稲わらで作る場合はですね、やっぱりその無農薬、も完全に無農薬で作られたお米の稲わらじゃないとちょっと難しいかなというところがあるんですね。なぜかというと、菌がですね、そこにいる納豆菌っていうのが少なかったりとか、そもそもその、農薬とかによって納豆菌があまりいないっていう、場合もありますので、稲わらで作るとしたら無農薬のものが、適してますので、それが手に入るのであれば稲わらで作っていただくと、より手作り感が出るというかですね、昔ながらの作り方を、実感できるのかなと思うんですが、今回はですね、こちらの方、納豆パックで作るやり方で、十分かなというふうに思います。作り方はですね、どちらもほぼ同じなので、特にどっちってこともないんですけれども、手軽に手に入るこういったものを使っていただくといいかなというふうに思います。で、作り方なんですけれども、納豆パックでですね、で、大豆ですね、これを、火を通していくわけなんですけれども、大豆はですね、よく煮るっていう方もいると思うんですけれども、納豆を作る場合は大豆は煮るよりも蒸した方が適してます。蒸した大豆の方が納豆菌も繁殖しやすいですし、美味しく仕上がりますので、ぜひですね、蒸していただきたいなというふうに思います。で、豆を蒸すっていうと結構この、物を蒸すっていうこと自体に抵抗があるというか、ちょっと面倒じゃないかなって思う方もいるかもしれないんですけれども、蒸すのって意外と簡単で、蒸し器とかね、そういう専用のものがなくても、鍋に大きめの鍋にですね、ちょっと水を張って、でその上にお皿とか置いて、その上に豆を置いて蓋すればもうそれで蒸すことできますので、意外と簡単です。圧力鍋とか使ってしまってもいいと思いますし、とにかくですね、大豆を蒸してください。で、蒸し方とかはいろいろあると思うんですけれども、カラカラの、乾燥した大豆をですね買ってきて、それ水につけておいて、それ一晩ぐらい水につけておかなきゃいけないんですけれども、それ放置しとくだけでいいので、前の晩とかに一晩水につけておいて、で翌日ですね、鍋で蒸すということをしていただきます。で、ここからがポイントなんですけれども、その蒸した大豆をですね、一旦冷ましてから使うっていうのではなくって、これ蒸したらもう蒸し上がった熱々のほっ
かほかの状態で、移していくっていうのを、この納豆パックに移していきます。そういうことを、するっていうのが、ポイントですね。で、もう一つポイントなんですが、これちょっとね開けてみますけれども、納豆パックこう開けますよね。開けるとこういう、中身こういうタレが入ってますので、これは基本的に使わない方がいいので、これはですねちょっと避けておいてですね、でこういう感じで納豆入ってますよね。でこれを、食べる時ってもしかしたらこのベロンって剥がしてですね、ここに醤油とかタレとか入れてかき混ぜてから器に移して食べるとか、そのまま食べるっていう人もいるかもしれないんですけども、納豆を作る場合のこのパック、利用する場合はこの中に直接醤油とかタレとかを入れないようにしてください。でこのままの状態で、お箸でですね納豆を全部取り出して、で取り出した後ちょっとここに納豆のネバネバとか残ってますよね。豆は全部取り出していただいて、この残ったネバネバが残っている状態でここに、蒸した大豆を入れていきます。なんで、ここに絶対醤油とかを入れない状態で使ってください。なので納豆通常食べる時にですね、こうやって蓋開けて中の豆全部取り出して器に入れて、で一旦蓋してちょっと冷蔵庫とかに置いとけば、使えますので、その直前にやらなくても OK なので、そういう感じで、この納豆パックを使っていきます。で、ここにですね今納豆が入っている状態で、この納豆を清潔なお箸で取り出した後ですね、常温で放置してしまったりとかすると、雑菌が繁殖、しかねないので、すぐにやるか、もしくは冷蔵庫に入れるかということをしていただいて、でそのこれ今豆がない状態だと思っていただいて、その、納豆を全部出したところに蒸したての熱々の大豆をここに入れてください。ネバネバが残っている状態のところに蒸したての大豆を入れるんですね。で入れたらすぐに蓋をして、このままの状態ですね、蓋をして、で、それをですね、だいたい30度から40度ぐらいの温度帯の場所に、1日ぐらい、丸1日ぐらいですね置いてください。そうするともう1日、経った後にですね、これ開けてみると、なんと蒸しただけの大豆が納豆になってますっていうですね、めちゃくちゃ簡単な作り方なわけなんですけども、簡単ですよね。もう一回言います。納豆パック買ってきます。で、中から、中身の納豆を取り出しておきます。で、大豆は別で買ってですね、ちょっと一晩水に浸してから蒸して、で蒸し上がったら熱いうちにこの中に移します。で移したら蓋をして30度から40度の場所に丸1日ぐらい置いてください。そしたらもう自家製納豆の出来上がりということになります。はい、すごく簡単ですよね。なんで大豆買ってきてそれ蒸して、それを使用済みの納豆パックに入れとくだけでどんどん新しい納豆ができていくというわけなんですよ。なので納豆もちろん買ってきてもいいんですけども、そうやって作っていくと、自分の菌とかも入ったりしますし、好みでいろいろ味とかを変えたりすることもできるので、ぜひですねやってみていただくといいかなというふうに思います。で、30度から40度の場所に置くというところなんですけども、これ夏場だったらめちゃくちゃ簡単ですよね。もう日が当たるところに置いておけばもう OK です。もうだいたいこれぐらいの温度になりますよね今。特に真夏だったらもう全然もう半日ぐらいでもしかしたら納豆菌が繁殖してるかもしれません。で冬だとですねちょっと厳しいんですけども、冬だとちょっとこの暖かい場所とかを探してそこに置いておく、ちょっとなんか毛布とかでくるむとかですね、いろいろ工夫をして、置いておかなければいけない、家で作る場合はですね。ちなみに私はですね冬に作ったことあるんですけども、冬に作った時はこたつの中に入れておきました。こたつの中で、ちょっとスイッチを弱めに入れた状態で1日置いておいたら、上手に納豆できましたので、それぐらいの温度帯で OK なんじゃないかなというふうに思います。
はい、でこれポイントとして、この大豆蒸してから熱々のうちにこのパックに移さなきゃいけないというふうに言ったんですけれども、それはなぜかと言いますと、やはりですね、このパックの、周りとかに雑菌がいたりしますし、自分の手とかにもですね、もちろん雑菌とかがいたりするんですけれども、例えばですね、そういう状態でこのパックに納豆菌いっぱいいる状態なんですけども、冷めた、大豆をですね入れると、ちょっとその雑菌が周りで繁殖しちゃうかなっていう懸念があるんですね。だけれども大豆を熱々のもうほんと100度に近いぐらいの状態でここに移すことによって、大体の菌っていうのは熱に弱いので、そんな蒸したての100度ぐらいある大豆をですね入れれば、もうその熱で大体の雑菌はもう死んでしまいます。なんですけども、納豆菌っていうのはですね、ものすごい強い菌で、熱にも弱いんです。もうその100度とかの熱々の温度にも耐えることができるので、要はそういった蒸したての熱々のものをここに入れることによって、他の雑菌とかは全部大体が死滅するんだけれども、納豆菌だけが残るんですね。なので、効率よくですね、納豆菌だけをここに入っている状態にして、納豆菌だけが繁殖してくれるっていう状況を、家庭でもですね結構簡単に作ることができますので、この、熱いうちに入れる、雑菌を繁殖させずに納豆菌だけをこう繁殖させるっていうところが、ポイントですね。はい。ということでですね、すごく、納豆パックを使えば簡単に、作ることができます。ただですね、なんとなく、この納豆パック使うと、もともとこの市販のものの中にいる納豆菌を使うことになるので、なんかちょっと味気ないとかですね、なんとなくもっと手作り感を出したいっていう場合はですね、やっぱりこの稲わらを使っていただくといいんじゃないかなというふうに思います。私もですね、以前実際その無農薬の、稲わらをこう入手してですね、納豆を作ったことがあるんですけれども、やっぱり稲わらで作るとちょっと感動しますよね。なんで感動するかっていうと、納豆菌ってこう自然発生的に稲わらにいるんですよね。稲わらに納豆菌ってそもそもついている、そこに生息していたり、するんですけれども、例えばこの市販の納豆の場合は、これってその自然発生的にいる納豆菌をどこかから取ってきて、入れてるっていうわけじゃなくって、その納豆菌っていうものを培養してるんですね。純粋培養してます。その納豆菌を作っている納豆菌屋さんみたいなのがあってですね、その納豆菌を純粋培養しているところから、その納豆を作っているお店というか会社がですね、その納豆菌を購入して、でその納豆菌を蒸した大豆につけて販売していると、作っているということになりますので、要は人工的に培養された納豆菌がここに入っているわけなんですね。別にそれでも何の問題もないですし、美味しい納豆ができますし、特になんか健康に悪いことがあるとかそういうことは一切ないので、全然大丈夫なんですけれども、ただですね、やっぱりこの空気中とかそういう、ところにいる自然に生きている、自然に生息している納豆菌で納豆を作ることができると、なんかすごいなって思いますよね。なのでこう稲わらですね、本当にその辺にこう生えている、その辺に生えているってわけじゃないんですけど、田んぼでこうお米作りをされている、ところの、お米を刈った後に乾燥させた稲わらですね、自然なものですよね、にただ単にその刈ってきた稲わらの中にそのわらつどみたいなのを作ってですね、そんなの作らなくてもできるんですけど、なんか入れ物とかにその稲わらをわーって入れておいてですね、そこに蒸した大豆を熱々のうちに入れるということをすると、同じように納豆が出来上がるわけなんですけども、そこにはなんかもともと人工的な納豆菌を投入したりとか添加したりとかしてるわけじゃないのに、ただただ稲わらの上に蒸した大豆を置いておいただけなのに、翌日開けてみるとネバネバの納豆になっているわけなんですよ。それってなんか、本当に納豆菌って稲わらに生息してるんだってことがわかるわけですよね。それを見て、
本当に納豆菌っているんだね空気中にみたいなことが目に見えて分かるので、自分でですね体感できるっていうのが、すごく楽しいし、感動します。なので、ぜひですねその感動を味わってみたい、納豆菌は自然にいるってことをですね見てみたいっていう方は、ぜひ無農薬で作られたお米の稲わらを入手していただいて、作ってみていただくといいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで今回の動画は以上となります。で次回はですね、納豆の、効率の良い食べ方というか美味しい食べ方、効率の良い納豆の栄養素の摂取の仕方みたいなところをやっていきたいと思います。はい、でシリーズでですねやっておりますので、他の動画とかも気になるという方はぜひですねチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。